こんにちは、こうです。今日は前回のおさらいから入ります。まずインドに到着しまして、太陽光パネルだけの発電をしている空港を見たり、ホリデーインコチに泊まったり、ローカルな空間を見たり、マリアビーチ行ったり、あとは、バスコがダマが沼ってるとこ行ったりとか、夜ご飯のを見せたりとかしました。今日はどうなるでしょうか。うまそう。めっちゃうまそうですね。はい、これが辛い。それ全部辛いです。全部辛いです。ああ、Thank you。いや、Thank you。うまそうですね、それ。うまそうだよね、これ。いただきます。いただきます。うん、おいしい。いただきます。あ、これ自体は辛くない。あ、辛いか。後から来ますか。うん。チキン食った。うまっ。米うまい。うん。あ、でも辛っ。あ、でもミディアムスパイシー。あ、全然いい。全然いい。うまっ。バカうまいじゃん。当たりです。当たりって。あ、でもいけるからそうね。ミディアムはいけるね。テンポ依存だけど。インディアンスパイシーって言うからって別にビビらんでいいけど。そうだね。ああ、楽しいわ。この旅楽しい。うまっ。好きな味だわ。ここがね、どう食べるの？やっぱ手使った方がいいのかな、これ。いや、でも使わないです。ドライ。取られても叩き出されないから。いや、あっちの人が言ってくれたから。そいつもひっくり返す。これラムチョップ的な感じですか。ガンガン崩しちゃった。あ、これうめえ。頼んでよかった。マジでハマった。チキン65。何の 65？ 65のスパイス。あ、本当に？いやいや、嘘かい。今ありえるくない？ありえるありえる。ありえるから今聞いたら全然知らんかった。そうだよね。俺とさっきまでやり取りしてる数、同じはずなのに。やっとしたらすごいですね。ね、無言で会話してるの。これは？これじゃないですか。もらっていい？これ絞りますね。提供早かった。めっちゃいいじゃん。おお。めっちゃいい。これで海で行こうね。Another car here? Otherwise, it will be down like that. Oh, So okay. for this one, for like top, what would you wear? You wear your shirt or top? Ah, so shirt is okay. 今からどこへ向かいますか、大さん。今から知りません。誰も知りません。言語も伝わらないマジで。拉致されに行きます僕らは。拉致される人の格好じゃないですね。楽しんで拉致されに行くんだと思って。いいね。カンタすげえ。カンタすげえ。準備はいいですか？触れよ。仮に気をつけてください。ハイフレンズ。かっこいい人しか出てこない。J の知り合い全員。どうですか？今日は J 参加すんで。J さんたち。
J さんの結婚式で言わないという選択肢がありますからに来ております。めっちゃテカって見えるね、このライトで。めっちゃテカってる。あ、実際にテカってた。超テッカテカやった。すごいな、そこに2人座ってくれたおかげでなんかあ、確かに映えるますね。映える映える。ちょうど入ってた。やってやったぜ。ああ、いいね。準備はいいですか？はい、というわけで現地の音楽で見せたかったんですけど、今さっき聞いての通り著作権のある曲なので、違う音楽と僕のナレーションでここはお届けします。今回新郎の方が僕の友人でインドの結婚式に参加しているんですけど、見ての通り派手です。火花が飛んだりとか、もうとにかく派手なんですけど、ただその友人に聞いた感じだとこれでも抑えてるみたいで、結婚式での催し物を提案してくれているブライダルの会社さんからは、この象にね乗って登場しないみたいな、アラジンみたいな世界観を提案されたみたいなんですけど、さすがに僕の友人はそこまではいいかなっていうことで、見ての通りダンサーさんがいて、その後ろを歩いて登場するという形式を取ったみたいです。で、話聞いた感じだと今回の結婚式には約400人、もっといたかもしれないんですけど参加したみたいで、最初どうやってその人数入れるのかなって話聞いてて思ったんですけど、なんかどうやら時間制でこう入れ替わり立ち替わり新しい人が入るみたいな感じをとっていた気がしました。見ての通りこれで日本では考えられないんで、やっぱ異文化体験本当に楽しいです。Instead of shoe, we flower adjusting. So white flower representing Jay Shankar and the red flower representing Arya. Okay. So this is flower just raise you. Okay. So you support who is more short term. But the ratio is going to the third question, who is more shy? Shy person. Confusion. Okay. Confusion. Okay, moving to the fourth question, who is more stylish? Still confusion, right? No. Come on, ladies and gentlemen, video support, please put your hands together. Okay. So now the next couple say, 準備はいいですか？はい、続きましてご飯を食べていきます。見ての通りいろんなチャイとかご飯、カレーみたいなものがありました。で、結婚式の会場なんですけど、お祭りの屋台みたいな感じで食べ物や飲み物のブースが分かれていて、で、インド広いし南と北でだいぶ違うっていう話なんですけど、どうやら僕の他のインド人の友人聞いた感じもこの形式で屋台を置いてビュッフェみたいな形式が多いっていう風に聞きました。で、そうですね、あと動画に抑え損ねたんですけど、ここでついにね、人生初手で食べるを実績解除しまして、でここでね、これから皆さんインドに行って手で食べるっていうことになった際に、ちょっとした tips なんですけど、右手だけを使ってください。よろしくお願いします。インドでは右手で食べることが義務というか礼儀で、左手は不浄の手って言われてるんですね。トイレでお尻拭いたりとかそういう風に使うので、右手が綺麗だからそっちを使おうとか、諸説あるんですけど、そういった理由で右手を使いましょう。
でね、片手のみっていうハンデを追いながら、まず手で食べたことない僕はすごい苦戦して、難易度高かったんですけど、味は前食事シーンで見せた通りめちゃくちゃ僕に合ってました。で、催し物の内容としては今ちょうど映ってるんですけど、舞台上でのねダンスとかちょっとした演奏、こういうクラブみたいなね、これちょうどドラムなんですけど、水が弾けていて、映像では分かりにくいんですけど、水が上にねビョン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 飛んでるような感じなんですけど、そういった催し物と、あとはですね、主に舞台の新郎新婦との写真撮影がメインだったりって感じです。でね、この衝撃だったというか、結構ちょっと引いちゃったぐらいのことのとしては、これとかめっちゃいいですね。引いちゃったのが、親族のおばあちゃん、多分70歳80歳ぐらい、そこまで行ってないのかな、多分行ってたような気がするんですけどがね、もう誰よりも前の方で踊りまくっていて、でそのおばあちゃんすごい元気で、僕らをねこう日本人、僕らのグループだけだったんで、ひたすら前に押して、お前も踊れという感じでめちゃくちゃ催促されて、すごいね、誰よりもパリピだったっていうのがすごい衝撃でした。あそこまで元気だったら長生きするんだろうなという、本当にいい意味で見習いたいなと思うぐらい元気なおばあちゃんもいました。そうですね、とにかく楽しかったのはもう見ての通りなんですけど、小さい子供とかもねすごい踊っていて、本当英才教育ですよね。インドってなんかボリウッドのイメージでめちゃめちゃ踊るのは最初から思ってたんですけど、想定通り想定以上という感じで、今後そのちっちゃい子供たちもね大きくなって踊り来るんだろうなと思いました。これとかはもう新郎新婦がメインで舞台の上で踊ってみんなで見てイエーイみたいな感じだったので、すごい元気ですよね。僕とか本当に後半ねもうめちゃくちゃエネルギー切れですごい疲れちゃったりしてたんですけど、もう当人たちはひたすらねボルテージが上がっていく感じで、そりゃこの国エネルギーあるなと改めて感じました。はい、ほらね、子供たちが舞台の上でも踊ってますという感じです。めちゃくちゃいい経験でした。ここからは番外編になるんですけど、こちらがコーチン駅になります。で、コーチン空港なんですけど、離陸の2時間前ぐらいしか空港入れてくれなかったのが衝撃で、そんな中に入った時に見つけたチャイのお土産、こちらおすすめです。で、今回ですね、ドイツに帰るのではなく、日本へね年末年始一時帰国しようと思って、ドイツからインドのこの結婚式に行った後、日本に一時帰国するというルートを取りました。で、アナマイル貯めたかったんで提携しているタイ航空を選んだんですけど、僕いろんな航空会社あるんですけど、タイ航空めちゃくちゃ好きで、理由がこれです。ご飯、本当にタイ航空のご飯めっちゃ美味しくて、なかなか機内食で美味しいって思えるものが少ないと思うんですけど、僕結構タイ航空は美味しいなと思います。で、このシンハービールもねちょっと嬉しいですよね。アジア来たっていう感じがします。で、今回夜の便だったので見ての通りすごく綺麗でしたが、ライトアップされてる景色を見ながらご飯を食べたりしてました。で、タイに到着して、この空港をよく使うんですけど、このカオマンガイめっちゃ美味しかったです。やっぱ空港の食べ物というのもあって、値段はちょっとね高かったんですけど、全然ちょっとした旅行気分にもなれましたし、僕的には大満足でした。で、ちょっとびっくりしたのが日本食レストランこんなにあったっけっていう感じで、すごいレストラン増えてたので、日本食のブームがタイにも来てるなというふうに感じつつ、そうですね、トランジットの飛行機乗るところに向かって今歩いてるんですけど、多分日本行き結構この辺から飛ぶのが多いなというふうに思っていました。という感じで離陸します。今話してると思うんですけど、ものすごい多分タイ人の CA さんなのかな、めっちゃ日本語上手でおーっていう風に感じていたのを覚えてます。
はいという感じです。でこの日本行きのやつもめっちゃ美味しかったです。で日本に到着しまして、で僕の到着予定時刻がめっちゃ遅くなるっていうのは分かってたんで、この日もホテル泊まろうと思って羽田空港ですごい気になってたホテルあったので、このビラ・フォンターレかな、読み方ちょっと得意じゃないんですけど、に泊まろうと思ってそこを取ってました。このホテルですね、宿泊者全員温泉に入れるっていうのが特典みたいな感じでついていて、中でも飛行機を見ながら入る露天風呂っていうのがここの名物で、僕その露天風呂だけだったらちょっといいかなっていう感じだったので、温泉付きっていうのもあってここにしました。天空の湯ですかね、やってきました。おー、いい感じです。はい、というわけで天空の湯向かっていくんですけど、館内からそのまま行けるんで館内着を着て、行く感じになります。スリッパで確か行けたのかな、それがすごい快適で、はい千天空の湯こちらになります。でちょっと飛んだんですけど、朝のビュッフェもついてるコースにしまして、まあ見てください、日本到着してこれですよ、明太子とかもあったりとか、まあ幸せでしたっていう番外編でした。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。さようなら。